1994年3月、日本のある病院の救急処置室で、一人の女性が息を引き取った交通事故だった。突然の衝突、そして心停止。医師たちは11分間、懸命に蘇生を試みた。しかし、モニターに映る波形は、静かに、そして残酷なほど平坦になっていった。その瞬間の直前、彼女は夫の手を握りしめた。かすれた声で、たった一言だけ告げた。必ず戻ってくる。待っていて。それが、妻の最後の言葉だった。夫は泣くことさえできなかった。ただ、その言葉だけが、頭の中で何度も繰り返されていた。それから32年が過ぎた。2026年、夫には新しい家族ができていた。再婚した妻との間に、待望の娘が生まれたのだ。分娩室に産声が響いた瞬間、その場にいた全員が、動きを止めた。新生児の泣き声が、あの日の言葉と、全く同じ音節のリズムを刻んでいたのだ。繰り返し、まるで誰かが、32年前の約束を果たしに来たかのように、神経言語学者もこの現象を説明できなかった。脳波が完全に平坦だった状態から、どのように言語の記憶が受け継がれたのか、科学はまだ、答えを持っていない。しかし、この話には続きがある。事故が起きたあの日、彼女の体に何が起きていたのか、そして、彼女はなぜ、あの言葉を選んだのか。次は、すべての始まりとなった。あの運命の日へと遡る。1994年、日本、桜が散り始める。4月のことだった。田中まなみ、当時28歳。彼女は、ごく普通の女性だった。朝は夫のために味噌汁を作り、夕方には手をつないで商店街を歩く。そんな、静かで温かな日々を送っていた。夫の誠一は、彼女のことを、世界で一番笑顔が似合う人、と言っていた。冗談っぽく言いながら、でもその目はいつも本気だった。二人は結婚して3年、子供を授かることを静かに夢見ていた。その日も何も変わらない朝だった。まなみは近所のスーパーへ向かった。誠一が好きな豆腐を買うために自転車に乗って、しかし彼女は帰ってこなかった。交差点で一台のトラックが赤信号を無視した。衝突は一瞬だった。まなみの体は路面に叩きつけられ、意識はすぐに遠のいていった。救急車が到着した時、彼女の心臓はすでに止まっていた。搬送先の病院で、医師たちは懸命に蘇生を試みた。11分間、その時間が、どれほど長かったか。誠一は病院の廊下で、壁に額をつけたまま動けなかった。何も考えられなかった。ただ、彼女の名前だけを、心の中で繰り返していた。奇跡的に、まなみの心臓は再び動き出した。しかし意識は戻らなかった。脳波はほぼ平坦に近い状態が続いた。その時、彼女は目をわずかに開き、唇を動かした。誠一が耳を近づけると、か細い声が聞こえた。私が、戻ってくるから、待ってて。それが、まなみの最後の言葉になった。その直後、彼女は再び意識を失い、そのまま帰らぬ人となった。誠一は、その言葉の意味を長い年月、問い続けることになる。そして32年後、答えは思いもよらない形でやってくる。次は、意識が消えたあの瞬間、彼女の内側で何が起きていたのかへと迫る。まなみの意識は、音もなく消えていった。誠一の声が、遠くなる。機械のアラーム音が、遠くなる。病院の白い天井が、ぼやけていく。それは、眠りとは違った。痛みがなかった。恐怖もなかった。ただ、すべてが静かになっていった。まなみは気づいた。自分の体が、ベッドに横たわっているのが見える。医師たちが慌ただしく動いている。誠一が両手を握りしめ、祈るようにうつむいている。なのに、自分はここにいる。体の外に、声をかけようとした。でも、届かなかった。手を伸ばそうとした。でも、触れられなかった。透明な壁が、そこにあるようだった。意識は、不思議なほど澄んでいた。むしろ、これまでの人生で一番、はっきりしていた。走馬灯とは違う。記憶が流れるのではなく、すべてが同時にそこにあった。誠一と出会った春の日も、結婚式の朝も、二人で描いた、まだ見ぬ未来も、まなみは、その景色の中に立ち尽くした。行かなければならない、という感覚があった。どこへ、とはわからない。でも、引っ張られるような、呼ばれるような、
確かな力があった。それでも、振り返った。誠一の背中を、最後にもう一度、見た。待っていて、声は出なかった。でも、言葉は確かにあった。意識の深い場所に、刻み込むように。そしてまなみは、光の方へと向かった。医療記録には、この時刻、脳波が完全に平坦になったと記されている。だが、彼女の内側では、何かが終わるのではなく、何かが始まろうとしていた。次は、彼女が向かった先、その光の奥に広がるものへと迫る。光だった。まなみが向かった先は、ただ、光だった。眩しさはなかった。むしろ、柔らかかった。暖かかった。まるで、生まれる前から知っていた場所のような、懐かしさがあった。足元に道はなかった。それでも、歩けた。前へ、前へと、自然に体が引き寄せられていった。周りの音が、消えていった。救急車のサイレンも、医師たちの叫び声も、誠一の名前を呼ぶ自分の声さえも、代わりに、静けさがあった。完全な、静けさが、その静けさの中に、誰かがいた。輪郭は、はっきりしなかった。でも、わかった。すぐにわかった。7年前に言った。母だった。母は何も言わなかった。ただ、微笑んでいた。まなみが小さい頃に何度も見た。あの笑顔で、まなみは、泣きそうになった。いや、泣いていたかもしれない。涙の感覚すら、もう曖昧だった。母の後ろに、もっと深い光があった。その光の奥に、何かがあることは分かった。でも、たどり着けなかった。何かが、引き止めた。引力のような、それでいて石のような、不思議な力だった。まなみは、立ち止まった。そして、初めて気づいた。自分はまだ、選べる場所にいるのだと、戻ることも、進むことも、できる場所に、脳波が平坦になってから、11分が経とうとしていた。医療記録には、数字だけが残っている。だが、その11分の間に、まなみの内側では、言葉が生まれていた。決意と呼ぶべき、言葉が、次は、その言葉が時を超えて、どこへと向かったのか、教会の先へと、踏み込む。まなみは、そこに立っていた。光でも闇でもない場所に、進むことも、戻ることも、まだできる場所に、教会とは、こういうものなのかもしれない。決断を迫る場所ではなく、ただ静かに、問いかけてくる場所。あなたは、どうしたいのか、と、まなみの意識は、もはや肉体とつながってはいなかった。医療記録が示す通り、脳波は平坦だった。心臓は動いていなかった。体は、すでに、終わり、の側にあった。だが、意識の深いところで、何かが残っていた。消えなかったものが、あった。それは、顔だった。夫の顔だった。まなみが最後に見た顔。事故の直後、血の中で自分を呼んでいた。あの顔、その顔が、ここでも見えた。教会のこちら側から、じっと見えた。まなみは、気づいた。自分がまだここにいるのは、忘れられないからだと。あの顔を、置いていけないからだと。言葉が、生まれた。意識の奥底で、静かに、だが確かに、言葉が形をとった。戻る。戻らなければならない。それは決意というより、もっと深いものだった。理屈ではなかった。理由でもなかった。ただ、そうしなければならないという、魂の声だった。まなみは、かかとを返すように、光の方へと向かった。その瞬間、口から言葉が漏れた。声になるかならないか、そのギリギリの震えで、待っていて、必ず、戻るから、その言葉は、肉体に届いたのか、それとも、もっと別の場所へと向かったのか。11分が経とうとしていた。そして、その言葉は、32年という時間をかけて、まるで約束を果たすように、再び世界へと現れることになる。次は、その言葉がたどり着いた場所へと向かう。記憶の、最後の前景へと、記憶とは、どこに宿るのだろう。脳の中か、心の奥か、それとも、もっと見えない場所に。1994年の冬、彼女が残した言葉は、肉体を離れた後も、どこかへ向かい続けていた。32年という時間は、長い。季節が32回、巡った。夫は年を重ね、白髪が増え、それでも毎朝、窓の外を見る習慣を変えなかった。何かを待つように、無意識に、ずっと、人は、愛した人を忘れることができない。頭では手放しても、体のどこかが覚えている。
声の質感、息の温度、言葉のリズム、そういうものは、記憶というより、刻印に近い。彼女の最後の言葉も、そういうものだったのかもしれない。待っていて、必ず、戻るから、その言葉は、叫びではなかった。静かな、確信だった。消えかけた意識の中から絞り出された。小さな小さな声。それでも、揺るがない何かを帯びていた。そして2026年、新しい命が、この世界に生まれ落ちた瞬間、産声の中に、あの音節が混じっていた。医師も、助産師も、その場にいた全員が、一瞬、動きを止めた。言葉にならない感覚が、部屋全体を包んだ。それは偶然だったのか、それとも、約束の、成就だったのか。生きるとは、何かをつなぐことかもしれない。時間を超えて、記憶を超えて、肉体の限界さえ超えて、何かが、誰かへと、手を伸ばし続ける。この物語の前景は、今ここにたどり着いた。しかし、まだ終わっていない。次は、帰還の話だ。その言葉が、本当に何を意味していたのか。答えは、もうすぐそこにある。帰還、その一語が、この物語の核心にある。1994年、交通事故で心肺停止に陥った女性は、意識を失う直前、夫にこう告げた。必ず戻る。待っていて、それは、最後の言葉だったのか、それとも、最初の約束だったのか。医療チームは、その夜、奇跡に近い蘇生を記録している。心停止から11分、脳波は完全に平坦だった。通常であれば、不可逆的な損傷が生じる時間だ。しかし、彼女は戻った。担当医は後に語っている。あの蘇生は、医学的に説明が難しい。何かが、彼女を引き戻したとしか言いようがない。意識を取り戻した瞬間、彼女が最初に発した言葉は何だったのか。記録には、こう残されている。待たせてごめんなさい。戻ってきたわ。医療スタッフは、その場で言葉を失ったという。意識のない状態で、脳波が止まった状態で、人間は何を感じるのか、何を記憶するのか、そして、何を守り続けるのか。神経科学は、まだその答えを持っていない。しかし、一つだけ確かなことがある。彼女は約束を忘れなかった。意識がなくても、時間が止まっていても、そして32年後、新たな命が産声を上げた瞬間、その約束は再び空気を振動させた。同じ音節で、同じ響きで、帰還とは、場所に戻ることではないのかもしれない。誰かのもとへ、記憶のもとへ、魂が、つながるべき場所へと帰ること、この奇跡が示す。変化は、今ここから始まる。奇跡は、その瞬間だけで終わらなかった。赤ちゃんの産声が静まった後、病室には、しばらく誰も言葉を発せなかった。父親は、膝から崩れ落ちた。医師も、看護師も、ただ立ち尽くしていた。あの日から、人は変わる。臨死体験を経た人間が、その後どう生きるか。世界中の研究者たちが、長年追い続けてきたテーマがある。そして共通して報告されることがある。価値観が、根本から変わるのだ。お金への執着が消える。名声を求めなくなる。代わりに、人とのつながりを何よりも大切にするようになる。小さな優しさに、涙が出るほど感謝できるようになる。1994年に心停止を経験したあの女性も、蘇生後は別人のようだったと家族は語る。怒りっぽかった性格が、嘘のように穏やかになった。毎朝、窓を開けて空を見上げる習慣ができた。そして彼女はよく言っていたという。生きているだけで、十分だ。と、しかし変化は、本人だけではなかった。夫も変わった。妻を失いかけたあの経験が、彼の人生の軸を変えた。仕事一筋だった男が、家族との時間を何よりも優先するようになった。そして32年後、娘が生まれた時、彼は迷わず分娩室に駆け込んだ。その瞬間を、絶対に見届けたかったから、娘の産声を聞いた時、彼は確信した。これは偶然ではない。魂は、帰ってきたのだと。変化とは、喪失から生まれることがある。痛みが、人を根っこから作り直すことがある。そしてその変化は、次の世代へと静かに受け継がれていく。この現象を、科学はどう説明するのか、そして精神世界は、何と答えるのか。科学は、この現象をどう説明するのか。まず、神経科学の立場から見てみよう。人間の脳は、
死の直前に異常な電気的活動を起こすことがある。それは、臨死体験の一部として記録されている。しかしそれは、あくまで本人の脳内の話だ。その記憶が、別の生命体へと受け継がれる仕組みは、現代科学では説明できない。言語習得の観点から見ても、謎は深まるばかりだ。新生児が発生できる音のパターンは、極めて限られている。特定の音節を、意図を持って繰り返すことは、生後数時間では不可能とされている。にもかかわらず、あの夜の分娩室で、それは起きた。神経言語学者たちは首を横に振るしかなかった。説明できない。と、ただそれだけを繰り返した。一方、精神世界の視点は全く異なる答えを示す。魂は、肉体の死によって消えるものではない。それは形を変え、時を超え、再び愛する者の元へと帰ってくる。待っていて、必ず戻る。という言葉は、約束だった。そして32年という時間をかけて、その約束は果たされた。という解釈だ。どちらが正しいのか、その問いに、今の人類は答えを持っていない。しかし、一つだけ確かなことがある。あの父親は、どちらの説明も必要としなかった。娘の声を聞いた瞬間、すべてを理解した。言葉ではなく、魂で、理屈ではなく、涙で、科学が沈黙するとき、人はようやく本当のことに気づく。では次に、この体験が私たちに残したメッセージとは何か、それを、共に見つめていこう。あの父親が、このことを語るとき、いつも同じ言葉から始める。信じなくていい。ただ、覚えていてほしい。彼は証明を求めなかった。論文も、データも、必要としなかった。ただ、娘の最初の泣き声を聞いたあの瞬間だけが、彼にとっての真実だった。私たちは毎日、大切な人に何かを伝えている。しかし、その言葉が本当に届いているかどうか、確かめる術を持たない。もしかしたら、言葉は消えない。声は消えない。魂が刻んだものは、時間も、死も、超えていくのかもしれない。科学が沈黙する場所に、人間の本当の物語がある。あなたの大切な人に、今日伝えたい言葉はあるだろうか。それを、どうか明日に持ち越さないでほしい。この動画が、あなたの心に何かを残したなら、それだけで十分だ。